より健康に、よりアクティブに、健康エイジング。ルールナンバー5です。メガネやコンタクトレンズをかけてる人って多いと思うんですけれども、その場合にちゃんとレンズを合わせましょうと。例えばね、5年前に合わせた、それから合わせてませんとかね、結構目の状態って毎年のように変わっていくので、やっぱりチェックして自分の目に合ったものを常に使っていくっていうのがやっぱりいいと思います。で、レンズっていうのはですね、見えすぎても問題ですし、見えなさすぎてもやっぱ問題なんですね。見えすぎる人は、例えば 2.0 あります、3.0 ありますっていう人は、もう情報量が多すぎるので、逆に目がすごい疲れちゃって、目の疲れが首に来たりとかします。逆に見えなさすぎると今度ね、見ようとして、なんか首に力入ったりするんで、どちらにしろ良くないです。首に負担がかかるので、やっぱり自分のカンフォータブルに見える、なんですかね、プレスクリプション、度数ってあると思うんですね。僕なんか大体 1.5 とか 1.3 ぐらいに合わせてますけれども、そのぐらいが一番自分で頑張らなくていい、リラックスした状態を保てると。で、ここではね、残念ながらその乱視だとか、プリズムレンズが必要だとか、ちょっと老眼とかいうことに関してちょっとカバーできないんですけれども、一般的にただ単に視力っていうことに関しては、ちゃんと合わせたものを使わないといけないです。なんでそんなにその視力と首について話すかっていうとですね、やっぱり視力、目っていうのは本当に首とすごく、もう生まれた時からもう反射的にすごい緊密なリレーションがあるんですね。で、特にこのね、後頭部あたりの筋肉っていうのは、生まれた時からもう反射で動くようになってるんです。だから、自分たちでここ止めようとも止められるようなものでもないんですね。ここはもう本当にもう繋がってると思っていいんです。なので、目が疲れるとどうしてもその後頭部のあたりとか、首とかも疲れてくるので、一点をずっと凝視しているのも問題ですけれども、度数が合ってないっていうのもやっぱり問題なんですね。なので、度数っていうのはちゃんと常に自分に合ったものに合わせるようにしてください。ルールナンバー6です。寝てる時に枕の使い方気をつけてください。一般的に、私なんかアメリカ住んでますけど、アメリカのホテルとか行くとびっくりします。枕が4つぐらいあるんですね。これどうすんのかな、ここにこんななっておけっていうことなのかなってよく思うんですけども、大抵高くて硬くていっぱい置いてます。なんで、寝てる間にそんないっぱい枕を使う必要ないんですね。もちろんそのスリープアプニアとか、ちょっといびきをかいてしまうから、どうしても上げないと、ね、寝れないっていう人はしょうがないとは思うんですけども、それ以外の普通の人って、そんなに枕いらないです。僕は基本的に薄めの枕で、どんな枕って言われると、羽毛の枕でいいと思います。テンピュールとかね、ああいうフォームの枕ってね、やっぱどうしても押されるのが強いので、どっちかっていうと、頭をリラックス、沈められる方がいいと思ってるんですね。押される枕でどうしても筋肉は反発します。これはもうリフレックス、反射なので、もうそういう子供の時からそういう、赤ちゃんの時からそういった、人間のこの反射が起きてしまうので、あまり進めないですね。なんで、普通の羽毛の薄めの枕で首をちゃんと、サポートできるものであればいいと思ってます。その中のね、細かいアジャストメントっていうのは個々人に大切だと思うんですけども、基本的にはそんな感じでいいと思います。で、やはりですね、枕がそんなに高いとですね、今の人、なんでそんな枕が高いかっていうとですね、今の人大抵こういうポスチャーじゃないですか、ストレートネックみたいな、ストレートネックですみたいな感じで。で、そうするとこれに合わせて枕を置いてあげないとカンフォータブルにならないんですよね。ただ、寝てる間もここでずっといると、もうずっとここで生活しますということになってしまうので、やはり寝てる時とか、やっぱり1日に1回はこれね、まっすぐにするっていうことが大切ですし、寝てる間は特に動かなくて筋肉とか組織が硬くなりやすいので、もうずっと寝てる間にもうここで固められると、もうこのまま関節とか人体とか固まってしまうので、気をつけてください。なので、できるだけフラットに寝れるように、それは訓練でもありますし、フラットに寝れるようになることは大切だと思います。で、やっぱ寝た時、これが例えば寝てる状態とすれば、顔がやっぱり天井と平行になるぐらいのものでいいと思うんですね。それだけ気をつけてください。なんか枕薄いの使ってるけど、この辺置いてこんななっちゃってます。ね、かね、天井はここで、なんかどうしてもなんか青いんじゃって、この下の方向いちゃってますみたいな感じだと、それもそれでやはり負担かかってしまうので、寝た状態で顔が天井と平行になる。そういったところを目安にしてもらって、枕選びをしてもらえればと思います。